2000円くらいの良質なケーブルを紹介できる喜び、というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。本日紹介するのは、ミックス PP、低価格、高純度の単純にコスパに優れたケーブルだ。被膜はこの価格帯ではなかなか選択肢がない、布巻き仕様。ただ、この布巻きがちょっと弱点でもある。詳しく見ていこう。まずは外装から見ていこうか。軽量な金属部品と、太めの洗剤部分は伸縮性のある布でカバーされていて、劣化の遅い仕上げだ。ただ、この布の表面がちょっと問題で、衣服などに擦れるとガサガサと結構うるさい。布の表面の編み方が原因だな。オーソドックスな布被膜のものより、うるさいので、これが洗剤が安くなった原因だと思う。タッチノイズが苦手な人は、回避した方がいいかもしれないぞ。ただ、そんなわけありな感じだけあって、価格に対する性能はズバ抜けてる。この価格ではまず見ない、純度 6N の OCC。ようわからんって人は、HCK が過去にこのスペックで1万円くらいのケーブルを出してる。って言えばわかるだろうか。それくらいお得なケーブル、というわけ。実際聞いてみても、その印象は深まる。この価格帯の定番ケーブルというと、個人的にはジアレイシリーズなんだけど、ジアレイと比較して、ミックス PP は明らかに高音域が引き立っている。ミックス線や銀メッキ線はまた別の良さがあるけれど、同じ純導線のケーブルだと、この価格帯で一番綺麗な聞こえ方をするぞ。もちろん、同じように高音を綺麗に出すケーブルは他にもあるんだけど、低音側までがっつり量感も確保できるケーブルの中では、やっぱりダントツに低価格、って印象だな。プラグ設定は 2.5mm、3.5mm、4.4mm の2種類。端子設定は、ちょっと選択肢が少なくて、CIEM2 ピンと MMCX2 ピンの2択だけ。かなりケーブルが太いので、QDC 端子がいつものやつだと組み立てられないのかもしれない。ただ、本当にタッチノイズがデカめな点は注意が必要だ。パソコンに座って、それほど頭を動かさないような作業中でも、ザリザリと自分の体から摩擦音が上がってくる。普通の布被膜にも増して、タッチノイズには注意が必要だ。取り回しも良好で、それ以外は本当に良いだけに、ケーブルマネージャーをうまく活用すれば、解決できそうなレベルではあるな。洗剤は柔軟で、それほど重くもないので、安価なのもあるし、動き回る用途にもある程度使えそうだ。HCK 製イヤホンは、スプリッタがプラスチック製のビーズを使ってることが多いんだけど、ミックス PP は金属製なので、ここが気になる人も安心だな。というわけで、音色に触れていこうか。ミックス PP は何度か言っている通り、この価格帯ではダントツに基本スペックが良い。以前の HCK が出していた、この価格帯の OCC 線、ナイス HCK リトズ OCC は、これより純度が低かったので、高音域の表現力は十分だけど、それでも限界はあったんだ。純度。つまりコストで殴るか、銀メッキ線で押し通るしか突破できない壁があったんだけど、ミックス PP は純度でぶん殴ってその壁を突破できる。低価格の標準ケーブルしか使ってない人だと、まるで銀メッキみたいに聞こえるかもしれない。それくらい高音域がよく通る、お高いケーブルと同じ特性だ。それでいて、銀メッキ線ではないので、そこだけが浮き立つわけじゃなくて、中音域までバランスはしっかりと出る。低音域も、はっきりと出つつ、音量も確保できているので、全体の見通しが良く、かつ臨場感はしっかりと出るぞ。暖色、感触の印象で言うと、中間になるはずなんだけど、解像度が上がるので、標準のケーブルより若干感触に感じるかもしれないな。低価格ながら、イヤホンの底力を引き出せるケーブルだ。この価格帯には、最近非常に良いケーブルが出揃っていて、トリポーイン RT、ジアレイシリーズ、ナイス HCK ブラックキャットあたりがライバルになる。RT はこのケーブルと同様、6NOCC という良い洗剤を使っていることをアピールしているんだけど、タッチノイズは RT の方が少なくて優秀。ただ、音のバランスは両者異なる。ミックス PP の方が、洗剤の断面積がでかいのか、RT より明らかに低音域の量感が良い。迫力もしっかり確保したい人にはミックス PP だ。音色として近いのは、2倍のお値段の JS Hi-Fi ライオンとかになるな。それから、このチャンネルでも何度もおすすめしてるジアレイシリーズ。こちらも OCC 仕様のはずなんだけど、確か純度が非公開。だからか、銀メッキ線のジアレイ青色モデルでも、ミックス PP の方がキレが良い音になる。ミックス線のジアレイ茶色モデルの方が、より派手なんだけど、より自力を感じられるのは、ミックス PP の方だな。もっとウォームな音が欲しかったら、ジアレイの黒色。つまり、同じ高純度導線モデルと聞き比べてみるといいだろう。同じ HCK のおすすめケーブル、ブラックキャットと比較すると、明らかにブラックキャットはキャラクターを変えても良い音にしたい時に使うもの。そして、ミックス PP は、
キャラクターを変えずにグレードアップしたい時に使うものだ。今挙げたケーブルたちは、それぞれ結果の異なるアップグレードをもたらすので、よかったら、ミックス PP もその中に入れるか、タッチノイズを制御する自信があるなら、初めてのアップグレードケーブルとして選択するのもありだと思う。2000円強程度で、ここまではっきりとパワーダウンしないで明瞭な音が手に入るケーブルは貴重だ。ぜひ一本、ラインナップに加えてみてはいかがかな？と、こんなところだな。ちょっと自分の着る服と相性が悪くて、タッチノイズに関してかなり指摘した感じがあるけれど、それを差し引いても、この値段は安い。6NOCC 線のバックアップとか、聞いたことのない人の入門に、ぜひおすすめするぞ。といったところで今回はここまで、